きな気づきは必ずあります。ドラゴンテールと太陽が重なって、そしてこの2つがドラゴンヘッドとポジションっていうのはものすごく大きな影響を与えるアスペクトなので、この日は結構大事です。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は8月の星読み予報ですね。8月の天体の動きとハイライトを順に追って解説しながら、最後に12星座別の8月の運勢についてお届けしたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。早速いきます。こっちに、内側に8月の最初、そして、外側に8月の最後を出しておりますので、これで星の動きがよくわかるかと思いますが、まず8月の4日に牡牛座でカイロンが逆行開始します。これが8月の一番大きなイベントになります。牡牛座は五感とか、豊かさとか、お金そのものにも関係しています。ここに心の傷や癒しを司るカイロンが入っていて、それが逆行をするということで、過去の物質的な豊かさへの不安とか、自分の才能をちょっと疑ってしまうとか、才能に対する自信のなさが浮き彫りになってくるかもしれません。でもこれは皆さんが真の豊かさとは何か、それを受け取るための癒しの時間と捉えていただきたい。焦らずに自分の感覚を大切にして心と体をリラックスさせる開運行動を意識してください。そして8月の7日、金星が天秤座に移動します。人間関係とか社交、とても華やかな時期になります。バランスの取れた美しい交流も生まれます。金星は天秤座にいる時に一番輝きますので、金星が輝く季節ということになりますね。普段あまり社交しない人も周りの人と調和を楽しむコミュニケーションをとってみるといいと思います。他人の目を気にしすぎて自分を見失わないようにというのは天秤座金星時代の注意ポイントとなります。そして8月の10日に水星が獅子座へ移動します。コミュニケーションが自己表現が豊かでドラマティックな獅子座に移動することで、ここでも自分自身を表現したい、そういう気持ちは強くなっていく人は多いと思います。自分の思いを明るく堂々と伝えていくチャンスでもあります。そして続く8月の11日には小惑星ジュノがヤギ座に移動し、双子座の火星と魚座のドラゴンヘッドがトラインという調和の角度を取るという時期を迎えます。で、さらに火星はこの時に蟹座へと移動していきます。ちょっとこの8月の11日周辺にゴロッと天体が動くのでエネルギーが変わるということを体験すると思います。この時期は社会的な責任とかパートナーシップにおいてしっかりとした目標を明確にしつつ、仲間とか家族を守るための行動力にスポットが当たります。自分の居場所を整えて大切な仲間や家族、人との絆を深める交流が、行動が開運行動となります。8月の13日、獅子座で新月を迎えます。この同じ日に小惑星セレスが蟹座へと移動していきます。獅子座の新月は皆さんが人生の主役として自己表現を始める最高のタイミングですが、自分の才能や本質に気づいて子供のような無邪気さで新しい目標を立てるということがポイントとなります。また、この獅子座の新月図の解説に関しては別動画であげたいと思います。それからセレス、無償の愛のエネルギー。これが皆さんの新しいスタートを優しく育むというエネルギーが生まれています。そして翌14日にお羊座で小惑星パラスが逆行開始します。小惑星エロスがサソリ座へ移動します。こういうことが起こるので、この8月の中旬というのは直感的な
ひらめき、それが少し自分の内側に対して向かいやすくなりますし、それから外側の人とのつながりも深いつながりや、自分の内側を見た上で自分がこういうことをやりたいっていうことが明確になった、この情熱をですね、探求しながら一緒に探求できるような人との交流を楽しんでいくという流れに移っています。ちなみに、8月の8日がすでに動画上げておりますが、ライオンズゲートが最大に開く日です。ですから、開いて、この流れに入っていくということですから、その8月の8日に動画でお話しした開運行動をしていれば、今の流れがスムーズに行えるのではないかと思います。そして8月の15日に獅子座で火星と水星はくっつきます。コンジャンクションしますね。これは思考っていう水星と行動の火星。これ普段は思考と行動がやはりバラバラになっている人が多いのにくっつくということです。こうやりたいと思っていてもできないとか、こうなりたくないんだけどこうなっちゃったとかね。これが結局不幸の原因なんです。火星と水星がバラバラに動いていると幸せではない。火星と水星が一致していると幸せであるという定義が私の、メインで活動している波活、波動を上げる行動、周波数を上げる習慣などを教えているマニフェステーション実現プロジェクトとかですね、セプタグラムソウルジャーニーコーチングでは教えていることなんですが、それ難しいんですよ。実際行動とマインドが一致するというのは。でも、この8月15日のアスペクト、自己主張と行動力、言葉、全部が一致していく、言葉にも熱がこもるようになります。ただし、こういう日に普段できない人がそれができるのはいいことなんですけれども、普段から熱くなりすぎるタイプの人は、この時に周囲を置いていきそうなぐらいになってしまう可能性もあるので、ちょっと冷静になるということとか、周りへの思いやりっていうのも意識してみるといいと思います。そして8月の17日は、蟹座の火星とお羊座の海王星、スクエアを取りますから、この影響を受けますね。やっぱり葛藤の角度なので、家族、仲間を守りたいという強い思いと、自分で理想をつなげたいっていうこの狭間で揺れ動くみたいな人は多くなるかもしれません。それによって現実逃避したくなっちゃうというのが海王星のスクエアでありがちなことですが、ここでね、現実逃避せずに冷静に自分の本当の使命に気づくために一度振り返ってみる、地に足をつけて現実に起こっていることをどう理想につなげていくかという計画を立てていくことが大事だと思います。そして8月の23日に獅子座の太陽と水亀座のドラゴンヘッドがオポジションを取ります。ということは、ドラゴンヘッドの向かい側にはドラゴンテールがいますので、ドラゴンテールと獅子座の太陽がコンジャンクションするという意味でもあります。そして取った後すぐに太陽が乙女座へ移動していきます。自己表現の総決算みたいなタイミングになります。自分らしさを未来のビジョンにそれとか、人とどういうふうに、その理想をつなげていくか、みたいなすり合わせですね。こういうことをやるべき日という感じでしょうかね。大きな気づきは必ずあります。ドラゴンテールと太陽が重なって、そしてこの2つがドラゴンヘッドとオポジションっていうのは、ものすごく大きな影響を与えるアスペクトなので、この日は結構大事です。それから8月の25日に水星はまた乙女座へと移動していきます。分析力、実務能力がぐっと高まります。水星は乙女座にいるときにめちゃめちゃ左脳、マインド、頭使いやすくなりますので、普段ちょっと考えたり整理したり分析するのが苦手な人もやりやすくなりますから、日常のタスク、仕事のスケジュール、健康管理などですね、整えてみてください。そして26日にはお羊座で小惑星、ベスタが逆行を開始します。何かに集中するエネルギーが少し内側に向かうのと、自分の本当の情熱のあり方を見つめ直すタイミングなんですね。で、小惑星ベスタというのは、新時代占星術では非常に重要なアスペクトです。なので、ぜひ、別動画でもちょっと説明をしたいなと思っております。
そして8月の28日、魚座で満月を迎えます。見えない世界、スピリチュアルな感性が最高潮に達しますが、ここで深い癒しと、手放しが起こっていくので、これまでのサイクルで溜まった、目に見えないから抱え込んできてしまった不要なネガティブな感情みたいなものを洗い流していくというタイミングですね。全体的に8月の前半は獅子座の強いエネルギーが集中して自分が主役として自己表現を楽しんで魂の情熱に目覚める、そういう自己発見のエネルギーは強いんですが、後半からは天体が移動していく流れの中で乙女座とかね、その情熱を現実世界で人の役に立つ力として形としてどう落とし込んでいくのか、そういうことを健康的にどういう生活をするのかみたいな、結構現実的な実務的なスケジュールを立てる期間へと移っていくということだと思います。さあ、ということで、ここで見ていただいたような動きが起こるということですが、ここで12星座別に8月の簡単な星読みアドバイスいきます。お羊座、前半は趣味や恋愛など好きなことに集中して人生をドラマティックに楽しむことで波動が上がります。獅子座新月では新しい創造的な目標を立ててください。後半は働きすぎに注意しながら、日常のルーティーンや健康管理に意識を向けることで現実的な豊かさが整っていきます。お牛座、カイロンが皆さんの星座で逆行を始めます。自分自身の本質や持って生まれた価値観を見つめ直す癒しの月ですね。前半、家、家族、仲間、絆を深めてください。安心できる居場所を整えることが開運行動。そして後半からは遊び心を高めてクリエイティブな才能を開花させるような動きをしてみてください。双子座です。好奇心と情報処理能力がフル回転します。身近な人との交流や新しい、学びの中から、あるいはすでに学んでいる学びを新しい視点で見ることから人生が生まれ変わるみたいなヒントを得られるかもしれません。言葉の力をポジティブに使って人にメッセージを届けることでマニフェステーションが加速します。後半は自分の基盤や家族との関係を整える期間だと思ってください。蟹座、自分や大切な仲間を守るための行動力と情熱が湧き上がります。持って生まれた才能や五感を生かして物質的な豊かさを手にするチャンスの月です。自分の価値を強く信じて行動することで周波数が上がります。収入、持ち物に嬉しい変化があるかもしれません。後半は学びをより選択していきましょう。そして獅子座、皆さんの星座で新月を迎えます。水星、火星も重なる、重なる非常にパワフルな月になりますね。人生主役として輝いて、魂の使命に目覚めて再誕生するタイミングです。自信を持って自己表現、自分を、周りをね、巻き込んで自分を表現していく高い波動が現実化していきます。後半は皆さんが始めた情熱が現実の収入や豊かさとして定着していく時期に入っていきます。乙女座、スピリチュアルな感覚や直感が冴え渡ります。一人静かに自分の心と向き合って見えない世界からのメッセージを受け取ることで魂の本質に気づけます。後半からはついにあなたが表舞台に立つ番ですっていう感じ。持ち前の分析力、実務能力を活かして新しい挑戦をスタートさせてください。天秤座です。人間的な魅力と社交性が最大に引き立たせる時です。金星が入ります。未来のビジョンを共有できる同士、仲間、コミュニケーションとの交流が大きなチャンスをもたらします。人と軽やかにつながりながら自分軸を保つことで調和の取れた豊かな現実が創造されていきます。後半は浄化の時期に入っていきます。さそり座です。社会的な使命にスポットライトが当たる月です。これまでの努力が認められて、ステータスや目標を達成する強いエネルギーに満ちている月です。野心を持って現実的な行動を起こすことで、精神的にも物質的にも豊かなステージへと生まれ変わることができます。後半は同志との交流を活発にしましょう。いて座、皆さんの探求心や冒険心が大きく広がる月です。学校を超えた学びや精神世界、あるいは哲学などの広い視野で物事を捉えることで、人生の可能性がぐっと上がります。楽観的でポジティブな周波数を発信し続けることで、素晴らしい願望
実現が起こるでしょう。後半は仕事やキャリアの領域がものすごく忙しくなります。ヤギ座、営業と潜在意識の領域が強調される月です。特定の人と深い関わり、目に見えない資産の継承などを通じて、皆さん自身が大きく生まれ変わるような出来事が起こりそうですね。コントロールイシューを手放して、他者と深く分かち合うことで真の豊かさが引き寄せられていきます。後半は意識が広がり、新しい哲学や学びを取り入れる時期です。対人関係が大きなテーマとなる時です。様々な人との水亀座ですね。水亀座、対人関係が大きな、テーマとなります。いろんな人と関わる中で自分のユニークな才能、魂の使命に気がつかされるようなことが起こります。誰とつながってどんな未来を共有するのかが周波数を上げていきます。後半は深い関わりを通してより本質的な絆を構築することができます。魚座、仕事や奉仕、健康管理にエネルギーを注ぐ時です。人の役に立つ喜びを感じながら日常のタスクを丁寧にこなすことで現実的な土台が整っていきます。働きすぎて自分を犠牲にしないように心身のメンテナンスを心がけてください。後半は対人関係が活性化していきます。ということで、最後に8月、今これを見ていただいている皆さんに共通のセプタグラムソウルジャーニーリーディング、宇宙から降りてきた65枚のカードからの1枚引きのメッセージです。なんとドラゴンテールです。この7月ですね、8月、ドラゴンテールが、獅子座にまさにいる月ですが、さっき太陽と獅子座のドラゴンテールも重なると言いました。結構ドラゴンテール大事ですね。このカードの意味は見直しです。もう一度あなたが何にどれだけ情熱を注げるか、何にどれだけ優先的に時間を使ってきたかなど、きっちりと現実的な見直しをして、もし足りていないと思うならば、その本当に大切なものにもう少し時間を費やすみたいな計画を立ててみてください。ということで以上です。8月も元気に乗り切っていきましょう。素敵な8月を。